みんなを助けたいという同じ目標を持っていても考え方が違うこと、嘘が得意でも苦手でも同じ感情を抱くこと、そんなことがあるんです。こんにちは、タクジです。このチャンネルではアニメやゲームなどの創作のキャラクターを通して MBTI を解説していきます。今回は現在放送中のアニメグノーシアから4人のキャラを取り上げます。MBTI って何？と思った方に簡単に説明すると、人の性格における考え方や行動の癖を16個に分けた指標です。詳しくはこちらの一般向けの解説動画を参照ください。また本動画はグノーシアのアニメおよびゲームのネタバレを含んでいますのでご注意ください。それから私のタイプ考察は独断と偏見によるものですのでご了承ください。個性豊かなキャラがいろんなシチュエーションでぶつかり合うグノーシア。そんな彼らはどんなタイプなのでしょうか。今回の動画のお品書きはこちらです。グノーシアは2019年にプレイステーションビータで発売し、翌年にはスイッチ版が発売されるなど、たくさんの機器で展開されています。ストーリー主導ではなく、ゲーム的なランダム性を維持したまま、人狼を楽しめるゲームとして、さらにループもの、SF もののエッセンスを加え、何度プレイしても面白く、かつ破綻しない見事なゲームデザインといったことから、最初は無名だったものの、徐々に人気を博していきました。そんな作品が昨年2025年の10月からアニメ化され、現在も放送されています。今回はこのアニメ版を扱います。まずは主人公のユーリです。原作での主人公はプレイヤーの分身だったので、アニメ化で新しく作られたキャラと言えます。基本は男性ですが、アニメ版ではループによって性別が変わるという新ルールが適用されています。そんな彼は INTP です。記憶喪失で自分が何者かもわからない中で、命を懸けた騙し合いを100回以上のループを繰り返しながらやり続けるという普通ならどうにかなってしまいそうな状況ですが、それにうまく順応して思考を巡らせ突破口を見出します。しかも騙し合いの中で情に流されたり疑心暗鬼に陥りそうな時もできるだけ論理的に答えを導き出そうとしています。物静かに見えますが、その精神力たるや超人的と言えるでしょう。そして自分がループを脱出するだけではなく、みんなが幸せになれるループがないかと願い行動するところはまさに主人公と言えるでしょう。一方で彼と同様にループを旅する説は ESTJ です。軍人ということもありますが、責任感の塊のような性格で、船内の秩序を守ることに使命感を燃やしています。そのために、時には周りから煙たがられたり、団体行動を乱すシャーミンに怒りを抑えきれなかったりするという面もあります。そんな説の性格がよくわかるシーンを一部抜粋して引用します。第13話でループを抜けるために頑張り続けていた説に対して、ユーリは息抜きとしてデートに誘います。これはある映画を見た後のリアクションです。どうだった？正直言うとありえないかな。つまらないというわけじゃないけど、最初の段階で軍隊が異変を上層部に報告していれば、その後の事件をすべて防げていたはずだ。そもそも一般人にこういった作戦を委ねてしまうことに問題があると思う。フィクションだよ。フィクションだということは分かっているんだ。でも
誰かが危ない目に遭うのを事前に防げないのがどうしても。説は、それだけ他人のことを思いやれるってことだと思う。それがたとえ、映画の中の見ず知らずの人でも。そうなのかな。単に義務感なのかもしれない。軍人としての。それでも、立派だと思う。引用は以上です。いかがでしょうか。節の人柄がよくわかるシーンだったと思います。秩序や平穏を大事にしていて、システムが回っていないことに耐えられないようです。ここで、有利との違いに注目します。彼の場合は、目の前の事態に順応して、システムを把握して最適解を出そうとします。その末にみんなが幸せになれればいいなと最終目標を見出します。それに比べて節は、船内の秩序を取り戻し、船員を導くという目標が最初にあって、そのために効率よく場を回そうとしています。ということで2人は目標に向かう時のプロセスが真逆とも言えます。しかしその違いがお互いを補い合うようにうまく働いていると私は思います。次は直感お化けで相手の嘘をズバリ見抜くコメットと演技の天才 SQ を比較してみます。コメットは ENFP です。イマジネーション豊かで相手の考えていることを察知する洞察力に長けている一方、論理的な議論が苦手で、嘘をつくことはもっと苦手です。まだ見ぬ宇宙に憧れを抱き、宇宙船の船長になることが夢です。嘘が苦手なことについて、能力的な問題だけではないと私は考えています。彼女はとても素直な性格なので、嘘をつくことは自分らしくないと感じてしまうのではないでしょうか。対する SQ は ESFP です。彼女については重大なネタバレがあるのでご注意ください。表情豊かで議論にも興味を示さず、感情の赴くままに行動しているようで、その真の感情が読めないという、まさしく魔性の女のように見えます。ゲームのパッケージにもなっているだけに、作品を象徴するキャラと言えます。そんな彼女ですが、実は嘘ばかりついてしまう自分に嫌悪感を抱いています。ここで第11話での彼女のセリフを抜粋して引用します。彼女は実はマノンという悪性のある人物の娘なのですが、その母の人格を移植するためのスペアとして培養されていました。ループにより設定が変わりますが、人格移植が成功したループではグノーシア化し、移植が失敗したループでは独自の人格が芽生えます。それが人間としての SQ なのでした。そして人間としてとあるループを生き延びたときに SQ が言います。ユーリンチーはこれからループするんでしょ。だったら忠告しておくね。いい。絶対に SQ ちゃんを信じちゃダメだよ。あの人、マナンは天性の嘘つきだから。SQ ちゃんみたいな嘘つきに。もう、絶対引っかかっちゃダメだよ。引用は以上です。SQ はマナンのことを言っていますが、明らかに自分のことも嘘つきと言っています。彼女が嘘をつくことにどれだけ罪悪感を抱いていたのか、よくわかるセリフだと思います。このように、嘘が苦手なコメットも、逆に得意な SQ も、心の内では人を騙すことに罪悪感を抱いていると私は思います。ここから専門的な解説に入ります。繰り返しますが、詳しい用語解説については過去の動画を見てください。各キャラのタイプを機能スタック、つまり性格を形作る要素である心理機能を順番に並べたものに基づいて解説します。
有利のタイプである INTP の機能スタックは、表から順に内向思考、外向直感、内向感覚、外向感情です。ループに対する順応性、特に前回と違う状況でも、今回はそういう設定か、なるほど、といった具合に考えられるのは、内向思考と外向直感の合わせ技です。また、考えるときに前髪を触る癖がありますが、第三機能が内向感覚なので、いつも通りのルーティーンで思考に集中しているのだと思います。さらに、みんなを救いたいと劣等機能の外向感情を健全に発揮しています。劣等機能は扱いが難しく、例えば論理性を放棄して泣き落としをしてしまうなど、暴走してしまうことが珍しくはありません。しかし、今のところですが、有利はそういう道にはまることなく、正道を歩んでいると思います。続いて説の ESTJ の機能スタックは、表から順に外向思考、内向感覚、外向直感、内向感情です。外向思考と内向感覚により、秩序ある社会を築こうとしています。堅物ではあるものの、第三機能の外向直感で、イレギュラーにもある程度柔軟に対応しています。内向感情が劣等機能であるため、自分の気持ちを意識することは少ないですが、時として自分でも整理がつかない感情を有利に打ち明けることがあります。ただシャーミンに対しては、感情を制御できずに一線を越えてしまうこともあります。コメットの ENFP と SQ の ESFP はどちらも外向的ながら内向感情を補助機能としているタイプです。なので天真爛漫な外見とは裏腹に嘘をつくことに対する罪悪感が拭えなかったりします。さらにどちらも第三機能が外向思考なので、彼女なりにゲームに勝つための戦略を立てられます。2人の違いは、コメットが主機能が外向直感で、劣等機能が内向感覚、SQ は主機能が外向感覚で、劣等機能が内向直感ということです。コメットの主機能の外向直感は、好きなこと、興味があることにはいい方に想像を膨らませますが、嘘などの苦手な分野には悪い想像が働きがちで、バレるかもという不安が拭えないことが多いです。一方で SQ の主機能の外向感覚は場の空気に順応して逆にそれを支配することが得意です。なので演技も嘘も得意なのですが、内心は内向感情により罪悪感を抱いてしまいがちです。生実家、演技ができて人を騙せてしまうだけに自己嫌悪が止まらなくなってしまうのが彼女の悲劇なのだと思います。いかがでしょうか。各キャラのタイプを各心理機能ごとに分析することで見えてくるものがあったのではないかと思います。今回は以上です。アニメ版グノーシアは若干のアレンジがありますが、有利の存在が大きいと思います。思考型だけに騙し合いの世界観に過度に感情的にならず、ループ設定にも順応でき、そして根はみんなのために動けると、この作品の主役を張るのにうってつけのキャラだと思います。また、ループによって人間やグノーシアなどの立場が変わりますが、それでも意外とその人の性格は変わらないというのがこの作品の特徴です。こういうところは MBTI の考え方とよく似ているかなと思い、今回取り上げてみました。今後も他のキャラを取り上げる予定です。アニメ自体も有利を含めみんながどんな表情を見せてくれるのか期待が止まりません。このチャンネルでは創作のキャラや架空のシチュエーションを通して MBTI を解説していきます。よろしかったらコメントやチャンネル登録、高評価などしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。